再撮影開始。皆様こんにちは。 YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。こちらに書いてあるかな、 YouTube クラシック音楽道場でございます。こちらは前回に引き続きバッハのインベンションの、和声解析の動画というふうにしていきたいと思います。こちら楽譜にあります通り、ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲のなんだこの名前はと、インベンション4番じゃなかったかしらと、ここに書いてあるのはプレアンブルム2番と何のことでしょう。前回の動画をご覧いただいた方はお分かりだと思いますが、私のこちら使用楽譜はインベンションそのままではなくて、その前の、初期項っていうのかな、それはですね、クラビア・ビュフライン・フィア・ウィルヘルム・フリーデマン・バッハと、ウィルヘルム・フリーデマン・バッハのための音楽帳ということで、ヨハン・セバスチャン・バッハの、長男ウィルヘルム・フリーデマンのために一冊こしらえたっていうのかな、その、長男ですね。きっと一生懸命バッハが、お父さんが教えようとしたんでしょう。その順番によりますと、この通りインベンションでは、4番となっている二単調デーモールの曲ですね。楽譜面で分かりますか。1枚ペラってめくると、元に戻すと、このプレアンブルム1番2っていうのは、これは2世のっていうことでしょうね。この通り、ハチョウチョツェドゥアの、先ほどの、曲となっているわけですね。これを1枚めくると、本当に2番がこのインベンションでいう4番になっているという、この譜面のね、めくった具合、この真実というものを一つ取っておくのも、面白いかなと思って、話しております。私の動画はきっと長くなるでしょうから、下の方のここの概要欄に目次キャプションといって、何分何秒のところに、どういう内容のことを喋ってるか、目次のように、作ってありますので、どうぞそちらもご利用くださいませ。そしてなるべく、余計なこと言わずにコンパクトに、今日は短時間を目指してやってみたらいいかなと思っておりますので、分かりにくいことがあったら YouTube の巻き戻し機能とかを使って、聞き直したり、そういう使い方もしてくださいませ。ではやってみましょう。インベンション4番二単調デーモールのインベンションです。もうね、転調しちゃってるんですけれど、というわけでもうさあ始めましょう。和声解析調整についての勉強です。調整だけじゃなくて和声もだけど、和声を勉強するにあたって、やっぱり一番その土台として分かっておくべきことは調整と言っていいのかな。もう当たり前のことですが、でもちゃんと説明すると、レの音が第1音主音となっている、フラット一つの調合の単調であるということで、これはもうデーモール二単調の音楽であるというふうに言って差し支えないでしょう。そして早速ですが、当クラシック音楽道場では246和声解析法という、音楽の抑揚を書き出してみようとする、そういう方法をとっております。というのは、もうこれ分かりやすいんですけど、この主音のレから数えた第2音がミの音、その次第4音がソの音で、第5から第6音がシの音というふうになっているわけですね。そしてこの曲面白いというか分かりやすいのは、このレミファソラシ一気にシの第6音まで
駆け上がってはドンとドシラソファミってこの弦7度の音程というのが、よく非常にドラマティックであるというふうに言われたりもしますが、もうこの上に向かってる折り返しの音と言っていいのかな、ここに第6音がある。一つこれを6というふうに書き出してですね、でまさによくインベンションの音楽性というのかな、こういろいろ抑揚が書いてあったりする楽譜もあると思いますが、バッハ自身は抑揚ですね。音量やあるいはクレッシェンドデクレッシェンドというものは、全く、楽譜に書くことはなかったのですが、それはまあオルガンっていう楽器だったりチェンバロっていう楽器にはそういった抑揚は、音楽的なそういう音量の差っていうものは出せない、そういうことが関係しているのかしら。でもまあフォルテとピアノっていうのは書いたりすることはあるんですけれど、ただまあとにかく、バッハが書いてないクレッシェンドでもそれでも音楽性として今日の我々がこのバッハ自身が、言ってます。このインベンション2世とあと3世のシンフォニアを通じてカンタービレを得得してほしい、それを習得するためのお勉強ということで、カンタービレ歌うようにっていう時にこの1の音から始まって6の音を目指してクレッシェンドをするという音楽性というのは、これは本当に書き出してよろしいのではないかと。このクレッシェンドの、理由としてはこの頂点に第6音があるという説明をしてみたかったわけです。でこのシドシラ、このシフラットドシャープっていうこの音程が危ない弦7度というね、そういう音程になっている。それが非常にドラマティックであると。じゃあどうドラマティックに演奏するかというのは、ここは私考えることがあって、ちょっと先に行った時にこの説明になると思います。今のところちょっとこのまま置かせてください。盛り上がってで弦7度があって降りてきた時、これも左手同じですね。盛り上がってで降りてきて、はい、盛り上がる方先書いちゃいましょうか。この3小節目の左手も同じく6音に向かって盛り上がっていきましょうと。で、はい、降りていくことに関する音楽性を和声解析してみますと、どうしようかな。ドシラソファミミ、このドシャープという音というのはデモールにおける1234567第7音ということになるのかな。そしてこの第7音というのは名前のついている音で、日本語で言うと分かりますか？漢字2文字。ドシャープは何かというとドーンというこういう、名前がわざわざついている音です。ちょっと見えにくいかな、大丈夫かな。ドーンっていうのは苦節はいかないけどレという主音、始まりが主音でしたね。この同音っていうのは主音へと戻りたいという、そういう性質を持っている音と言えます。でこの同音を含む裏ソファミミソシララドミソシラ、コードネームも使っていきましょうか。どうしようかな。こういうこの単線律からラソミ和音を探し出すというのも、これも非常に大事な音楽の勉強方法だとは思いますが、ラドミソシというのは A7 9th でカッコマイナスって書いておこうかな。ラドミソシ、この高い9音だと蝶々っぽく聞こえちゃうんです。ラドミソでも低い、単9度の音のしてるこの
俗句の和音っていうのはまあ単調ならではの音というふうに言ってよろしいでしょうか。セブンナインスでありレミファソラ、まあ始まりというのはデモルのレファラの D マイナーという、私は小文字で単調を書くのが好きなのですがね。でこのコードネームを書いた上でこれを今度は和声として説明しますと、この主音に始まる手話音レファラーというのは、カタカナで言うとトニカ、ドイツ和声って言っていいのかな、で書きますと単調なので小文字の t と書いて、はい、で和声だと分かりやすくするように私は両角付き括弧するようにしておりますが、トニカに始まって録音まで盛り上がって、このドミソシラドミソシの和音というのは同音を含む、ね、このラの音、もしこの、A7 ナインスの根音はラという音になってるわけですね。するとこのラという音は1、2、3、4、5第5音というふうになる、ゆえに5度の和音、5の和音の属七属句と、それをドイツ和声で言うとドミナント、ドミナントの7、9という和声であるというふうにまあ言ってよいかなと。もうこの同音というこの音があるのは、トニカでは絶対に出てこない音、もうドミナントならではの固有の音っていうふうに言っていいのかな。ドシャープがあるからこそこれはもうドミナントという音楽性が非常にあるんだなというふうに見て取ることができましょう。そしてでファラレ、もう次も両手揃うといよいよレファラという、ね、たった2声ですが和音としてより聞きやすくなってくるかな。 d マイナーのレファラの音が、見て取れましょう。面白いなと思ったのは、まあ左手ももちろん主音で始まるんですけど、今和音に固有の音っていうことをちょっと言ってしまったんですが、このファ123音っていう音もこれもトニカにしか現れない音っていうのかな。この第3音、これがあることでもうこれ間違いなくトニカであるというふうに、言うことができるのかな。今の話必要だったのかな。とにかく何が言いたいか、ドミナントから一応トニカへと落ち着きを見せている。一応ちゃんと進むべき方向に進んで、やっぱりトニカだったんだということで、このドシラソファミファと降りてくるに従って、やはり、このね減衰していくデクレッシェンドを書き出すことはやはり非常に音楽的な理にかなっているということをくどくどと説明いたしましたが、最初が肝心、あとはどんどんこれを応用してどんどんいけるはずなので、いかがでしょう。でもう一個説明すると、トニカとドミナントでトニカに落ち着く、ここでおしまいになってる前終詞っていう言葉を私はよく使うのですが、この曲の場合8分の3拍子で割と速いスピードで、テンポで動く曲に思えるので、ここでおしまいになったっていう前終詞って言葉を書けないんですね。これ私何日も迷ってたんですけど、前終詞ではなくてもう先へ動いていずれこうね休符で右手が止まるとき、こういう時にはなんとか終止っていうことをね言葉を使えると思いますが、このあたり休符がなくてもう無休動に進んでいくので、ちょっと終止形を書くことはね諦めようかな。一
ってるそばからあれなんですけど、ソドミやれだこの右手のな、ソドミ。これも同じことで、トニカ、ドミナント。で、また、同じようにメロディーが始まるわけですけれど、ね、第1音から6音に盛り上がってということですね。この8分音符のおしまい、ドミナントの、もう一回書いておこうかな。ラドミソシ。まあ、ドミナント、シーラ、ラドミソシまであるから、属七属九っていう書き方もしていいかな。で、左手も同じように、シーラ、ソ、フォ、ミ、フォ、レファラ、トニカへと落ち着く。まあ、同じような、抑揚があると言っていいのかな。そして、この8分音符で終わって、一回ブレスを取って、レミファソラシド、シーラソ、もう一度テーマが始まるっていう、このドミナントの終わりをちゃんと半周しという風に感じてもいいのかもしれない。ドミナントで盛り上がってですね。まあ一瞬のことなので、ドミナントの和声であるということをまあ感じてみましょうというふうに言うのでいかがでしょう。もうとにかくドミナント、とにかくドミナント、まだ続くのか。もう一個だけ言っておくことがあった。6音に盛り上がって右手がちょっと気になりますのが、この降りてくる音、この4小節目の頭のソの音っていうのは1234、実はデモールの主音から数えると第4音という風になるのです。なのでこの音というのは実はファラトニカの次のドミナントラドミソ属七の音ではありますが、主音から数えると第4音という風になる。なので246和声解析としては、この音にちょっと大事な抑揚というものを感じてみるといいかなということで、いよいよね、この折り返しのところが両手ともに大事になってくるという。左手はこの第6音を目指していいかなと。で、右手の第4音をちょっと大事にしてドミナントで終わって、先行きますと第6音からなるほど。で、左手も同じことが言えるのかな。左手の場合は右手とちょっとずつ音が違うのですが、ミ、このレからミに降りた時の音、このミの音というのは主音でから数えた時の第2音というふうになる。なので、はい、まあ246、この音にも抑揚を感じて良いのかなと。で、同じようにドミナントからトニカ、音程悪かったかな。そうですね、やっぱり書くかな。ドミナント7も9もあるっていうことでいいのかな。ドミナントとにかくもう1、2小節3、4、5、6と、しつこいんだけれど同じようにこの音楽性が提示されているわけです。いきましょうか。6音と4音、6音と2音というトニカからさあ、なんかかっこいいですよね。素敵ですよね。なんででしょう。ここにあるのは8小節目、この降りてきた音、これがシの音が1、2、3、4、5第6音というふうになっている。レミファソラシ、この場合は冒頭と違ってレミファソラシ、この小節の最後の音の第6音ではなくてレミファソラシ
ラシラシ、まあ超7度ですけど、この場合は7度降りた、この降り切った音の方にこそ何か感じるべき音があるという、この同じ音形を使っているのに微妙に、第6音、頂点の音を大事にするのか、下の音を大事にするのかという微妙な差があるわけです。もう毎回このラを一番大事にするわけではない。これは、まさにただの第5音。それを無理に感じるという、大事に感じるというよりか、降りてきた音を大事にしてみる。その次はどうなるんだろう。ミドレミファソソが第2音なんだよなっていう、この上り切った音っていうのかな。ところがここはじゃあ2音だから大きくするかどうか、ちょっとその前に余計なこと言ってしまったな。その前にこの6音と左手のこのにも注目してみると、この8小節目頭の音ソは第4音ということで、セラね、第4、6音どちらも大事な、和声というふうになってるのかな。コードネームで言うとソシレの G マイナーというふうに書き出せるかなと。これはデモールで言うとヨドの和音っていうことになるんですが、という音じゃないですよね。どのナチュラルが出てきて、もう分かりやすくコードネームで、ね、書き出すと、もうこの時点では C メジャーというふうになって、ラソファミレドファラドの F という長調の音が聞こえると。これはもう転調というふうに言ってよいんです。いろいろありますけど、このしばらく行った先にはカデンツの F ドゥア、カデンツというのは終止形ですね。この音楽はこの先 F ドゥアを目指しているというふうに言っていいかな。なのでこの C メジャーが出てくる前あたり、ここに F ドゥアというふうに書いていいかな。これはバッハの、まさに、クラシック音楽の伝統的な転調の仕方、デーモールっていう主張があったら、この調は同じ単調であった場合は同じ調合フラット一つの平行調である F ドゥアを目指すというね、こういう本当にもうバッハの音楽はバッハが決めたというか、長年それ以前からあった、長い音楽の歴史伝統をバッハが集約させたというふうに言ってもいいかな。その偉大な功績をしてヨハン・セバスチャン・バッハのことを音楽の父と言ってみたり、するのではないかと私は考えています。でも父がいる前に祖父やね、ひいおじいちゃんやその前もいるんです。父だけがね一人偉いんじゃなくてね、ただまあ非常に中心的な役割を果たすバッハの音楽性、そこにこの転調のルールっていうのかな、それにきれいにのっとっている作曲なんだなということを我々はよく知ってバッハを勉強して演奏していくといいんじゃないかなと思います。なのでちゃんと平行調へ転調している。で、転調に関して考えると、この
このドミソの C メジャーの和音が出た瞬間が転調の瞬間なのかというと、ちょっと前倒しに考えることもできるんです。でものそうシレというのを私は今回分かりやすいようにレミファソというわけでヨドの和音というふうに、これを言うことができると思いますが、これはですね、しかしイコールエンハーモニック転調という考え方で、この G マイナーっていうのはもう F ドゥアにとってはファから数えたね2つ目の音、なんと F ドゥアにとっての2度の和音というふうになっているという、そういうふうにすでにこの G マイナーの音が鳴っている間に実はもう F ドゥアへの転調というのが起こっているというふうに感じてみると、良いようです。ただどっちにしろ4にしろ2の和音にしろ大事に感じることには変わりないので、こういうエンハーモニック転調も感じて、みましょう。感じるのかな、知っておくといいっていう、そういう言い方がいいかな。というわけで、デモールの音からヨドの和音はエンハーモニック転調をしてね、F ドゥアのミドレミファソドミナントからミドレミファソラソファミレドトニカという和音に落ち着いているわけですね。なのでどうやって書こうかな、ミドレミファソラソファミレド、もうこの小説丸々かけて落ち着きが見えるかな。なので長いドミナントからトニカの落ち着きを表すデクレッシェンドをこんな長さで書いていいかなと。なので先ほど私2って言っちゃったんですけど、この頂点のこのもう大きなドミナントをトニカっていう落ち着きがある中で、この頂点の第2音っていうのはあんまりクレッシェンドするということができないので、この場合の第2音っていうのはあまり強く考えなくていいかなということで、先ほどは余計なことを言ってしまいましたが、こういうね全体の流れというものも分かっていながら、でも細部における、どこか246の大事な音というのをいろいろと探していきましょう。ヨドの和音でドミナントトニカではい先へ行きましょう。さて実はな、子供とこの間遊んでて私は腰を痛めてしまって、今日はまだそれがねさらにちょっと残念ながら痛くなってきてしまって、体調はとても悪いのですが、お聞き苦しい点あるかもしれませんが、どうぞご了承ください。頑張っていきましょう。余計なことをまた言った。トニカの次のいきなりなんですけれど、11小節っていうのはレミファレミファ、このレ、右手のレの音はファソラシドレ第6音ということになって、いきなりちょっと大事なんです。でシソラシドレ、左手の音は第4音というふうになっている。なのでこれこそどうしたらいいのかな。ドミナントトニカでそうですね、こうトニカで落ち着いた、この落ち着き切ったところにはちょっとした F ドゥアのおしまいの前終詞をちょっと感じていいのかな。落ち着いたんだなっていう。ただ無給動で動くのでね、ちゃんとしたおしまいにはねなかなか聞こえにくいのでカッコしておきます、ね、とにかくおしまいになった先すぐにレミファレミファ第6音のクレッシェン大事にするよ。先生ソラシドレ左手の第4音ちょっと大事にするよと、この段の最後にもねこう書いておくことで、私は次の音への
抑揚というのかな、次が大事な音なんだなっていう心づもりが分かるように、ここにも書いておきたいという A 型気質でございます。そして久しぶり、引き続きフィソラシドレミレドシラソ、このテーマの形ですが、シドレレの音っていうのは F ドアでいう第6音となりますので、はい、6音に向かってこの小節終わりに向かってクレッシェンでして、そっか。で、ドミナントからララ、そっか。だからドミナント、トニカというふうに落ち着く音楽性も、これも、おっと待った、危ない。この場合はドレミドファラの F メジャーというね、こういう和音になるはずなのですが、このトニカというのは長調なので大文字の T とね、危ない書かなきゃいけなかった。というわけで、6音からでトニカで落ち着いて、次はもう一回登っていきますが、この場合はこの下がりきったレの音が F ドアでいう久し5、6、第6音という、ね、先ほども説明しましたが、同じテーマの形を使いながらも盛り上がる場所というのがファソラシドレ、ちょっとずつ6音、下の6音、ドレミファ、その先はどうしようかな、ちょっと置いておこう。というわけで、この微妙に和声的な抑揚の違いというものがあることを書き出してみるのは面白いと思います。で、右手のことを考えると、ここに、ミの音っていうのは F ドゥアの第7音、同音ですねがあるので、もうこれは間違いなくドミナントの和声、和音となっていることには疑いがないわけです。するとレミファドミナント、ここでいよいよドミナントで右手のフレーズが終わっているというふうにやっと言うことができる。なのでこれはいよいよ半終止という、ドミナントどこへ行くんだろうという、そういう音楽性をね、しっかりと感じ取っていいかな。ドレミファと、これはちょっと飛んでるけど同音主音っていうことでしっかりとおしまいになるのかなと。ドレミファね、このファラドの和音で終わっていたら全終止というふうに言うんですが、バッハというのはなんとここでミファ、最後にそうですね、難しいな、トニカに見えて最後にドミソという C というドミナントがあるっていうふうに細かく見ると言っていいかな。ドミナントからファラドというトニカへ行かずにファレファラという D マイナーという和音と取るしかないですね。バスがレの方へ行ってしまったんだから。で、このレっていうのは第6音というふうに書きましたね。ドミナントからトニカへ行くと思いきや、ね、右手だけ見るとおしまいに聞こえるんです、第1音。ところがもうこれぞ右手にはどうしようもないんです。左手がドミナントから6の和音へ行ってしまう。このまだ終わらないんだというこの終わりのことを義手詞というふうに言うのです。とってももったいぶって言っちゃったけれど、もうザ・義手詞って言っていいのかな、非常に速い音楽の流れの中ではありますが面白いですね。
面白いと思いませんか？半終止ドミナントを感じ、今度は義終止しちゃった。そろそろ F ドゥアのおしまいが見えてくるかなと。さあどんどんいきますね。分かりにくかったら巻き戻し機能を使ってください。これで全部出たかな、最後の段まで。このページのさて義終止、このシーといきなり現れた右手の音はファソラシ第4音ということで、なかなか大事な音となっております。タイの音で渓流音としての不協和音の魅力もあるかもしれないけど、ちょっと今日はこれは言うだけで失礼させていただきます。ただ4という音は非常に大事ですね。4どうしようそうどうしようかな。この8分音符で終わってるのはドミソのドミソ C か C7 という、この小説全体で続七という音楽性が見えるかな。で、いよいよカデンツに入る前の8分音符のおしまい、ここにもちょっと半終止ドミナントのおしまいのフレーズの終わりという、それを感じてみていいのか、どこへ行くのかな。さておしまいですと、ね、今の右手を見ていただくとおしまいと、ここには明らかにこのファソリロリロロもう典型的なこういうバロックの音楽ではここにトリラーをもちろん入れていいでしょう。トリラーというのはファーソ、この書いてあるの音から上の音からラサラサラと何回か鳥がさえずるように、トリラーのもともとの意味はさえずるということだそうです。ピロ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 おしまいという、晴れやかなおしまいの音楽性を感じていいんじゃないかなと。ここで全終止 F ドゥアですね。なので右手に関してはこういうふうに、感じていって良いのではないかな。義終止4ドミナント5おしまい。先に行くわけですけれど、どうしたらいいかな。左手のことを考えるとレミファソラドミナントとドミナントでロセラサファン第3音がある。だからここはトニカって考えていいんだ。だからなるほど。だからシラシラソというトニカにがこの後待っているという意味での減衰を書き表すこともできるか。義終止した後のドミナントトニカとロでこの左手を見るとレシここのですね順次進行で降りてきた後にレシド、ここで、方向が変わるわけですね。降りてきてレ、このレという音は第6音というふうになっていて、私は実はここはですね、この6465というこのサブドミナントドミナントトニカというこの音の流れにカデンツを感じるのが良いのではないかなと。 SDT と揃ったらカデンツっていうのかな。ここヘミオラとしてエセロソファミファソレ
というふうに考える、という意見も非常に多いのですが、私はこの順次進行でも素直に降りてしまっているので、降りきって聞いて折り返すこの第6音という、ここにカデンツを大事なアクセントというのかな、音楽の重みというものを感じるのが良いかなと思って、あまりヘミオラをではないんじゃないかというふうに、悩みに悩んだ末、こういう結論に、達しました。ヘミオラとだから私はあえて書きません。残念。6度おしまい。で面白いのが、さてここから左手がファーソラシドレミレドです。テーマが始まるわけですね。ファーソラシドレ、第6音に向かってクレッシェンドしていってという、これが始まる。だからどうしようかな、もうビットね、線を書いちゃおうかしら。もういよいよここでおしまいになって、さてここで問題。おしまい。まさにドミナントトニカという音になっているので、これはおしまい、そして動き出すと考えるのか。だけどテーマというのは、この曲は1音、第1音からファーソラシドレミレドシラシラシドレ、まさにここからテーマが始まっている音なので、この音をおしまいの音であるというふうに、言うことができないのです。おしまいであり始まりであるというふうに説明することもあるかと思いますが、ここが、当クラシック音楽道場が、面白いと思っておりますことは、もう無理におしまいという感じにしなくていいのではないかと。はてなと、この5の音で終わっている、これをね、ドミナントで終わっているということは、これは半周詞というふうに言っていいのかな。左手は半周詞で、もう容赦なくこのテーマの始まりの音として弾き始めてあげる。これをね、ドミナントトニカとあったら絶対に前周詞を感じなければいけないわけではないということを言いたいわけなんです。これは長年本当私も、もう迷っていまして、おしまいにして、そしてこれすごく煩わしいんです。もう容赦なく、これはハテナだよと。左手っていうのは半周詞で、右手は前周詞というね、両手で違った音楽性を感じる。この方が難しいかもしれないけど、ただよりこの音楽的な理にかなっている、音楽の流れではないかなというふうに、思っております。どうでしょう。6を半周詞と前周というふうに、まだ22小節も F ドゥアで良さそうですね。で、さあ次行きましょう。18小節から先は第6音で、第3音から落ち着いてきた先が第3音なので、これもドミナントトニカっていう減衰を考えていいかな。でこの場合は上り切った音は第1音ですね。で降りた7度降りたその音がファーソルと第2音となるというわけで、もうこのパターン、この2パターンというふうに言っていいんじゃないかな。でファミレドシラ第3音のトニカに落ち着くということで、ファミレドシラと減衰していくという、こういうことでいいかな。どんどん右手も面白いのが、このレドレトリラ、今日
初めて書きますけどの始まりの音というのは長い上からピロ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 っていうトリラーの場合、上のレの音から始めることが良いと。これはもうバッハの装飾音表って有名なのありますよね。あれに書いてある通りのトリローでいいと思います。でこれがさらに良いのはレーっていう音とミっていう音はまあ広いけど7度という不協和音を奏でるという意味でも、このピロピロ、この最初の瞬間、このですねに不協和音が現れるという、その力も知っておいても面白いかな。するとですね、まあトリロの話になったので、このオロロロ、ここもう間違いなくトリロをするでしょう、カデンツにおいて。するとラソラソーと上の音から、引っ掛けた時にラララ、このバスのドの音から12度の1個上のサーティンスという音におしまいという、やはりトリロの不協和音というものが一瞬聞こえるというふうに言ってよいかな。はい、ちょっと先へ進ませてください。一個気になることはあるけど、ちょっと失礼しちゃいますね。第2音おここが難しいんだよな。ここの説明がどういうふうにしたらいいかな。F、ラの音があるから、ここはロシラファラドのトニカというふうに言ってよいかな。F ドゥアのドレミファソラレドレ、この瞬間となんだレファラドという D7 という和声が聞こえて、このレファラドというこの音は属七というのはどこかへ解決しようとする力を持ってますね。そのでまさにその通りです。シラソG マイナーというね、和声へと向かっておりますね。するとこれは転調なのかどうかを考えるのがとても難しくて転調だとするとここがトニカとして落ち着くのですが、どうにゲームオーレはね転調しないで、やっぱりドミソシの C7 からのF が一瞬聞こえるかな。その後はいきなりのねこのシナチュラが現れることで別の調へ転調してしまうのですが、これはこの後の話にしましょう。とにかくよし、これで、説明できるかな。ここは結局 G マイナーを経由しているけど、最終的にはF ドゥアから外れていないことになります。なので、ここで考えるべきことは、このこの G マイナーのシとかソっていう音は F ドゥアの中でやっぱりまだ考えていいんじゃないかなと。すると C っていうのは第4音になって、そしてこのソーラシソーラシ、このソの音は第2音。はい。
G マイナーというのは F ドゥアにおける2度の和音になります。なので246のとして大事な盛り上がってしかるべき、和音になるかなと。じゃあこの D7 スは何かというと F ドゥアの2度へ行くためのドミナント、こういうのを2度調の5度と書いて、属七だから7。日本風のこの和声の書き方で言うとこういう風になります。そしてね、F ドゥアの中にいるのにあれどこに行くんだろう、どこに行くんだろうって一瞬のゲームボール行くのかなっていう、本当にその音楽性も感じられるのですが、行く先がまあ2度なので2度調の5度というのはこの属七とにかとね減衰するのではなくて2度へと向かっていくという音楽性があるかなと。ただな、これをもしゲーモールへの転調であるというふうに考えるならば、ドミナントロロロロロからトニカというふうにこう落ち着いてしまうわけですね。で落ち着いた先どうにもね音楽やはり動かないな、この場合は多分と感じられるので、この転調はなしというふうに書いちゃおうかな。非常に難しい判断の難しいところです。2度調の5度から2度さあ、思わず先言っちゃった。もうちょっと説明することがラソファミレここなんだよな、どうしようかな。ラソラシミ、これは非常に分かりやすいのはミの音はF ドゥアの第7音同音でまさにどこへ行くんだろうという音楽性でちゃんと左手が終わってくれているので、ここにはなんだ半周詞というふうにドミナントという音楽性を感じていいかなと。2度の和音からはいドミナントといや難しいな。ラソファミレス、ここは属七の和音なんだよな。なのでこの C の第4音、これはどれぐらい強く感じるかな。ドロロ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 ロシラソファミレシドレミファソロ、それこそ強くというかシラソファミレス、右手のこのシという音はドミソ、この主音から数えると第4音になるけど、ドミナントの根音から数えるとこのシフラットは D7 と属七の音というふうに言うこともできるかなと。なので右手もこの一瞬ここでシラソファミレシ、ここで両手ともに半周詞をもう書く場所ないな、半周詞を一瞬感じることもできるかな。でも右手はもう早いのでそのまま16分音符でなので半周詞をちゃんと感じる余裕はありません多分。でも、ね、長い音階が待っている。これすごいですね。音階の途中からテーマになっていくという凄技が見える非常に面白いところだと思います。なので右手のこの右手にもちょっとした
フレーズ終わりを一瞬感じるというわけで、ここは特にこのフレーズ終わりの音を強くすることはできないから、クレッシェンドマークとかはもう書かないでいいかな。さあ二度調のものではてなからで行く先はこの調整ということになります実は、先を急ぎましょう。この曲はもうざっと言っちゃっていいな。ラシドレミファソファミレドシラドラの音が主音となるアーモール異単調を目指していきます。なのでこの F ドゥアの非常に、特徴あるシフラトっていう音がなくなってソファミレドシロミこれじゃ精度がいっちゃった。まあこの瞬間からアーモールへと転調してるんだということを、言ってよろしいと思います。本当にこれ面白いのはシドレミファソロ、この瞬間っていうのはまだ F の音がしているんです。ファラドというこの瞬間はまだF ドゥアの第1音トニカという音にまだ聞こえてだから難しいな。ドミナントといや難しいな。ここのドミナントトニカっていう和声進行を考えると、ここに減衰セドレミファソロという音楽性を書き出すことができなくはないけど、ただもう長い乗降が始まっているんだよな。無理に減衰しなくていいかな。いや難しいな。長いラシドレミファソファミレドス。ここでテーマとして言えることはミファ、この上り切った音が第6音ということになるので、ドラシドレミファ、今までのテーマにあるように第6音への盛り上がりという歌い方は右手はして良さそうですね。その前にね、助走がついてるっていう、助走があって6音まで駆け上がるという助走っていうのはここの YouTube の字幕に書きますけど、音楽用語じゃなくて、こっちの助走があって6までいくっていうね、長い上行順次進行なので、デクレッシェンドはやっぱ決していいでしょう。さてで左手で言いたいことがありますのは、この低い音っていうのはまだアーモールの気配がないので F ドゥアの第1音というふうにして良いかなと。でもシのナチュラルが出てるということは、この2つ目のオクターブ上がったファの音っていうのはもうアーモールの中での音とすると、同じファの音なのにアーモールの中で言うと12345と、同じファの音なのに F ドゥアで第1音だった音はイコールアーモールで考えると第6音というふうになる。なのでこのオクターブ上がった音に私は一つここにクレッシェンドマークを書いてみるのは面白いかなと思っております。なのでト
トニカのようで、アーモールになっている。なっているという、まあ一種のエンハーモニックの音の捉え方っていうのかな。F ドゥアの1だと音はダイアモの6の音になって降りていくよという、こういうことでいかがでしょう。いやー、どんどん先へ行きましょう。あとはこっちか。見えてますか？アーモールの最中です。ラシドレミファレシソミ。左手はこれ246の音がね、6音、ファ、レが4音、シは第2音ですけど、でもずっとお聞きの通り降りてきているので間の246の音っていうのをいちいち強調する必要はないと思います。なので何も書きません。そしてミ、この第5音でしっかり低い音で終わっている8分音符のおしまい、ここにはドミナントのおしまいである半周詞を感じることができると言っていいかな。で、ソファミ、やっぱり例によってソファナのシド、ここにトニカのラドミの音がある。ファミレドシと降りていきながらのドミナントトニカという、減衰を書き出すことはいいかな。シロシロニカでトニカを感じてから、なるほど。ラスラシドレ、このトリラの音はやはり上から始めるのでいいんじゃないかな。そうすることドレファのファの音が第6音というふうに言うことができるかなと。うわー、どこに書けばいいんだろうな。ここら辺でいいんか。ファミファミ、トリラーの始まりの音ではありますが、第6音としてね、ティラファミ感じてみることも良かったかなと。そうするとちょっと、あと先ほど書き忘れちゃったけど、おしまいレド、この19小節においてもレドレル、これはね、F ドゥアの第6音としてトリラーのさえずりが始まるという、ね、この場合両右手と左手でぶつかりつつも、しかも第6音であると、両方書くことができました。はいはい。そしてこの場合まあ増9度という音程が不協和音と言っていいのかなんとかよくわかんないからちょっと置いておきますが、はい、トリラの説明。ドミナントとドシレドシラトニカトレドシラドシレドシラノシレド、このシあえてここでレにちょっとね、ドシラソラシとか降りて順次進行してないで、ドシレちょっとちっちゃな跳躍なるレの音は第4音。この4音私ちょっと感じるべきかなという。順次進行の最中って何もできないんですけど、もうわずかにこの4音を感じてもいいのかなと一応書いておきます。ここがまた非常に面白いところです。29小節から先、このトリラーが始まって、
これも難しいんだよな。ですね。レミファソラレドセララミファラソララファミラドセラ。テーマの形で言うとドシラソファミね。登って降りてで、セットだったわけです。ドレミファソラレドセラミファソラ登って降りて。ただですね、この場所っていうのはトリラーが始まった29小節の頭らから数えると感じるところ、2小節セットっていうのがテーマの途中、なんて言ったらいいのかな。ラソファミレドレミファソラ、もうまさにレミファソアーモールの音階で同音主音まであって、この瞬間っていうのはなんだか全終詞、このトニカでのおしまいというものを感じられなくもないという、これが言い方がうまくないな。とにかくドレミファソラレドシラソファ、もう同じテーマの形だからといってドレミファソラレ、この30、31のセットで考える必要はないのではないかという和声的な理由からロラファミレドレミファソ、ここでアーモールのおしまいを感じる。そして次はレドシラソファミファソラシド、このアーモールのラシド、やっぱり第3音で終わっているんです。終わっている。まあ16分音符でずいずい進むので終わりと感じることはちょびっとしかできないので、だからカッコ全終詞というふうに私はそれで書いているつもりなんですが、そうこれが面白いところ、いかがでしょう。テーマの形だからといって無理やりここのこの上りの音からフレーズを感じる必要はないのではないかと私は考えました。なのでおしまいでレドシラソファミレドシ、この7度の跳躍のレの音、これがですね第4音になるわけですね。なのでしっかりと全終詞の後のレドシラソ、第4音からのレド、跳躍っていうのは非常にパワフルなわけです。というわけで、跳躍のパワフルさをどこに246の音があるかということで、その跳躍の大事なポイント、いずれにしろどっかにね、大事な音っていうのが入っているのかなと。何が言いたいのかな。この冒頭ですね、第6音で無理にこの同音である第7音を大きくする必要はないから、この弦7度の跳躍をどう大事にするかという問題ですが、おそらくこの私の結論としては第6音上り切った音を大事にするパターンっていうのと、6音とそして降りてくるこの7度の降りてきた音の方を大事にするという第6音、この歌い込み方のちょっとした違いがあるという。7度だから全部どれも大事にするというふうに一括りにしないで、ね、この7度は7度でもちょっとずつ軸、そのパワーの最もかかる音が微妙に違うことを、その差を感じてみるとよりレベルの高い演奏になるかなと思っております。いかがでしょう。いや
難しいな説明で、しかもテーマの形とフレーズ感まで変わってきてしまった。全終始とまみれでミファソラシドファミレドシラソ、このファシャープ33小節はこの音が第6音となってファミレド7度ね上がる、この大事さを感じてみてください。でロね第6音から7度、トリラの終わりがコンソアーモールの同音が入ってる音、E メジャー E ということになるのかな。これはもちろん5度の和音ドミナントであるとすると、トリラーの教え青い前にはここにドミナントで終わったトリラーハテナというハテナ、を感じることができるのではないかと、トリラーのおしまいに半終止と書いてみたいと思います。録音ドミナントかはい。というわけで、これは分かりやすい。これは有名な場所なんだな。アーモールの、もちろん綺麗なカデンツに聞こえるわけですが、どうしようかな。わららららせやそばみ。このタイがあることで、エンドセこの2小節、36、37は、ね、3拍子の曲でありながら、1、2、3、4、5、6という、1、2、2、2、3、2という2拍子が現れる。3拍子の音楽の中において2拍子2拍子2拍子という違った拍感が現れることをヘミオラと言います。そして指揮者のハンス・マルティン・シュナイト先生のもとで私は合唱に参加していて、ドイツレクイエムと、ブラームス作曲ですね、それとバッハ作曲ロタン調ミサを、演奏するという、そこに、立ち会ったことがあるのですが、この書き方はシュナイト先生直伝のヘミオラの書き方です。この時に右手のラーラーっていう音は主音なので、246としてはあまり何か書き出すことはできないのですが、左手を見るとこのレの音ですね。このヘミオラの始まる小節のこのレ、これが第4音なんです。うわー、力が入っちゃった。4音にいきなりね、こうやって上がるわけ。ポンと上がって、ソファミラネザファミラこういう音が出たら、ね、トニカ、ラソファミラドミナントから左手の伴奏を変えることで、ここにトニカという和音が聞こえるのですが、バッハが選んだのはドミナントからね、ドミナントからミファーの第6音を目指している。なんとドミナントから6の和音行くのなんて言うんでしたっけ。ヘミオラの最中に義手詞まであるという合わせ技をここでは使っているわけです。すごいですね。これはもうザ、ヘミオラと言って良いんじゃないかな。もうまさに12345 6という、
もうね、もう123とで3拍子で数えたくないので、12345とね、12345三拍目と5拍目というにアクセントを感じる。ただヘミオラで面白いのは4音6音、このね、この123223223、まあこのちゃんとした拍頭に第4音というのもなくはないんですね。ただこの場合はヘミオラに擬収詞があるから、次のこの第4音っていうのはあんまり強くしなくていいんじゃないかな。ヘミオラのようでいて1拍目にやっぱりでも大事なサブドミナントがあるという、こういう場合は多々ありますので、この大事なクレッシェンドを書くのと、ちょっと手加減しようかなというクレッシェンドというね、この微妙な強さの違いというものも、感じてみて、こう書き出してみていいかなと思います。いかがでしょう。ソレロラシドレミラファミレソロシドレミラファミレドシラファミレドシラ、ここはなんとも書けないな、もう腰が相当痛いな。はあ、頑張らなきゃ。失礼、ヘミオラということで失礼させていいかな。ドミナントトニカラからのこのいきなりのヨドのね音に飛ぶということでいいかな。おしまい。綺麗な両手の前収詞をここでおしまい、おしまいだけど、すぐ左手はすぐ動き始めるんですけどね。まあ前収詞とこうやって書いていいでしょう。義手おしまい。はい、終わりが見えてきたぞ。腰が持つかな、最後まで。痛いな。頑張れ。満身創痍で頑張っております。応援してください。あとちょっと。よいしょ。アーモールともう一気になんかだいぶ、様相が違う音がしてますね。アーモールだった大人だったのに、シのフラット、ミのフラット、フラットが2つもついてファのシャープが現れるということは、ファシャープがきっと同音だろうなという予想がついて、しかもフラット2つの、単調というとね、ゲーモール、ソの音が主音となるゲーモールという音たちが、このシフラットが現れたことで、この音楽性を突如見出すことができるでしょう。なのでおしまいになっていながらもゲーモー、確かにシソラシGマイナーという音を目指しておりますね。レファラ D のレファラドミナ、例によって D の7ナイスという属句の音が聞こえてくるかなと。ゲーモールのドミナント7、9。そしてこの場合はいよいよこの長いソの音が見える。ここに左手の前収詞というものを感じていいんじゃないかな。
ゲモールです。するとラシドレミファ、このレミファミレドシララララララ、ちょっと違うか。まあその音はないけど、この登り切った音が第6音というこのテーマの持っている音楽性はここでもまだまだ生きていますね。で、全終始のおようで、なんかもうゲームオールじゃない音がして、これをコードネームで書き表せると、ドミソのシという音が聞こえてくる。レドシの9で7、ドミソシレドシラソラハラドの、なんともうどう聞いても F ドゥアという調整をね目指しているように聞こえるんだな。ゲームオールからどこでもう C だから C ですね。このミレドセイラソロン、先ほども言ったかもしれないけど、どうなのかな、この C7 ナインスというのが現れることで、これはもうドミナントとトニカという、F ドゥアのそういう和声が見えるのではないかと。ただその前ゲーモールだったなという、これをゲーモールからどうやって F ドゥアへ行ったんだろう。するとゲーモールレフラゼロこの G マイナーというこの音ですね。この音がゲーモールのトニカであったものを F ドゥアとして考えたときには、 F ドゥアにとってはこれは G というのは第2の和音になるという、トニカでありながら全終止しながらも、これは途中でF ドゥアの2度の和音へと、やっぱり前倒しに考えることができるんじゃないかなと。おしまいでロルするとソラシドレミアラダテラおしまい。はい、この登り切った音というのが F ドゥアの第6音、シソラシドレ、6音でね、でドミナントトニカという減衰をした先に、このティララララをきれいに、これは全終止書いていいんじゃないかな。右手におしまいのゲーモールの終わりのようでいて、F ドゥアの6音、ちょっと明るさを感じていいのかな。でドミナントトニカの F ドゥアになったかなと。で第5音から1音におしまいになった音となんとですね、もう曲もいよいよおしまいです。デモールが見えますね。F ドゥアに見えてメロロロソラ、このレアソラシドシのナチュラルかなが現れることで、F ドゥアではなくなる。そしてド音主音とミレドセラソファ、このシナチュラルが現れる瞬間にデモルへのこの曲のついに主張が現れるわけですね。
もう転調しないです、この曲は。はい。終わりが近くなってきました。なので、このセラシドレミシラソファこの42小節の左手の音は始まりの音というふうに言っていいと思います。例によって F ドゥアのドミナントトニカと一回おしまいっていうふうに考えるのではなく、ここはね、ヘルロロロ左手だけの方がいいな。はてな容赦なく半周詞という F ドゥアドミナントからどうなるんだろうっていう、ここでもうフレーズを分けて考えることが良いかなと。右手っていうのは難しいな。おしまい。まあ軽くかな、やはりファミファソミ。すぐにまた先があるので、すいません。どう書けばいいんだ。カッコの前終詞。右手はちょっと前終詞を感じるけど、左手っていうのは半終詞と右手の前終詞のようでいて、デモールへいきなり戻っているんだなという。おっとミラドミソという、ドミナントの和声で終わっている右手は、これはもう休符まであるので、もうしっかりとした半周詞はてなを感じることができましょう。そしてね、フレーズの終わりについて、この曲難しいですけど、細かく、こう見て取ることができるかな。どうでしょう。義手詞、前手詞、転調して、ゲーモールのようで、F ドゥアの半周詞のようで、終わってるようで、デモールの、これ大事なんだよな。ファミファソ。この右手のデモールのソの音は第4音にね、これテーマじゃないのにファミファソ。ここ面白いな。ファソと7度のドンと落ちる跳躍の第4音で、このテーマはもちろんレミ7度を16分音符で降りるというテーマの形ですよね。両手とも7度でドンと降りて、ファソラシドレで、左手の方はミの音が第2音として降りる。両手とも2と4の音でいよいよ奈落の底に落とされるかのような F ドゥアの優しい世界かと思いきや、そんな悠長のことは言わさないぞ。こういう厳しいバッハの音楽性でございます。眉間にシワの寄っているバッハさん。そんな人生楽しいことばっかりでもなかった。大変だったのかもしれませんね。はい。そんな音楽性が見て取れませんか？ F からのね、突如この旋律単音階を使った下りまで旋律っていうのがすごいですよね。そう、これじゃ変なんだよね。下りは自然単音階っていうのが我々のよく我々が勉強した音階としてはそういう感覚もなくはないんですが、そうすると和声感が変になっちゃうんだな、きっと。ちゃんとドミナントっていう音楽性を表現するために、これはそのまま旋律単音階で下っていくということがあり得るんですね。ラストスパートです。レミファソラシロ、第6音に向かっていって、ドシラソファミドミナントからトニカへと落ち着いていく。
それで左手のこのトンと降りた第2音ミソドショノノノミソのこの左手の8分音符で終わっている同音の音ですね。ここに半周詞をちょっと感じられるかもしれない。6の音と今の音も分かりますか、ね、今日3回目に出てくるドミナントトニカといかないね、もう言っちゃいます。第5音から6へ行く。この和声進行おしまいと思いきや6の和音へ行くのは義手詞です。今日3回目じゃないかな、これ出てきたの。はい、先にこっちから言っちゃった。もう一回46に戻りますね。レミファソラシ左手の第6音へと向かっていくテーマの形ですね。でも右手はいきなりのロファレラミネソロロロロ、もうあんまり何回も繰り返してもしょうがないからいきなり変わったのかしら。ここはその音は第4音でドンとタイの音で、長い大事な音として現れましたが、4音でレドミラドレシレドル、ここにですね音のレドミラドレ5度の跳躍があることで、ここの大きなねちょっとしたアクセントっていうのかながあるのかな。1234566義手詞する。このトリラーもつけていいでしょう。トリラーのレドレドという上の音からもちろんトリラーは、回す。するとレトラで11度という11という音での不協和音にもなるというね。その瞬間ここにねちょっと強い拍感を感じる。すると先ほど説明したようなヘミオラがやはりこの47、48小節には現れると言っていいかな。246の音はあまり書き出せないんですけれど、このちょっとした折り返しにヘミオラを感じていいのかな。左手は順次進行でくるくるっとねいくだけなので、ちょっとしたアクセントを感じてみるのでいいかな。6音2音6音4音でヘミオラで義手さあ終わるぞ。すごいですね。最後にドシラソ、左手は第4音へと降りていく。そうドシラシという音は第6音。ドシラソファ、両手ともに246の音があるんですね。ヘミオラの後の義手詞の後のサブドミナント4と6の音で、私はですねレミミファソロレ、ここにもヘミオラを感じるという意見が多々ありますが、私はここのこのなんていうのかな、この順次進行の音の中にどこにもこう折り返すような跳躍とか進行が全くないんです。なので私はここはヘミオラを考えないで
しまい。もう言ってしまうとですね、ヘミオラを考えないで今回すごく迷ったんです。16、17小節のところも見えるかな。ここもヘミオラにしないっていうのをどうや説明したらいいのかなと思っていて、まあ長い順次進行がある。ここのそれを理由にこれはヘミオラではないとしました。最後のこの部分も義手詞の順次進行をしての強いおしまいというのかな。ここに無理にヘミオラをもう考えない。そして発見したのは指使い。両手ともです。ドレミファソとシラソファミと完全に同じ指使いで5の指から1の指にレガートが不可能となります。ドレミファソラレ。しかもね、親指でこの白頭からおしまいですと。おしまいのね、強い意思表示という意味で、ここにもうヘミオラを考えない1の指でこのもうトリラを絶対入れていいでしょう。今日何度も言います。このソファという上の音からぐるっとねひっくり返す、ぐるぐるっとねさえずる。トリラはソとラ7度で、トリラはしっかりさえずりと言いながらもなかなか厳しい鳥さんのさえずりですね。ここにヘミオラではない終わりというものを感じてみるのでいかがでしょう。4のヘミオラ一周4でおしまいです以上となります。腰すごい痛い。横向けない。これはなんと無様な。今1時間37分飛んだ撮影になりました。お恥ずかしい限り。昨日ね、もう腰痛治ったと思ってダメだ、動けない。もうこれごめんなさい、本当わざとじゃないんです。座りっぱなしってね、いや一生懸命準備してきた。このインペンション4番の和製解析以上となります。いや最後までお聞きいただきありがとうございました。言い残すことはないかな。これはもうはい、練習のね、先週から1週間温めてきた和製解析をコンパクトにまとめてみたいと思って頑張ってきました。どうぞまた引き続きインベンションの和製解析続けて、動画を撮っていきたいと思います。時間をかけて一個一個丁寧に作っていきます。どうぞ今後とも応援のほどよろしくお願いします。もうシンフォニアも同時進行でやっちゃおうかしらという恐ろしいことを考え始めておりますが、腰が痛いのを早く治して次に進めるようにいたします。ありがとうございました。ビデオを止めてからゆっくり立ち上がります。困ったな。321ありがとうございました。バイバイ。